皆さんこんにちは、ケケです。今回は SDC 操縦桿のズロットを紹介します。ズロット SDC を簡単に説明すると、ワープはもちろんのこと、セーブデータ間をも超えて存在できる、特殊なグリッチになります。以前までの SDC 操縦桿は、カリカリ接着を経由する都合上、ロードは愚か、ワープですら引き継げませんでした。そこで仮接着を経由した SDC 操縦桿の、ワープで消えない性質と、インビズロットによるデータを超える性質、そしてザグルによる装備判定に着目して、新たな可能性を探っていたところ、有識者の一人である、ユウ様が、新しい手法を確立してくださいました。今回はその手法の解説になります。今回の動画はかなり応用的な内容となっており、基礎的なグリッチをはじめ、ザグル、ズロット、SDC など、幅広い知識があることを前提に話を進めていきます。もしこのあたりのグリッチがわからない方は、過去にこちらの動画で解説していますので、まずはそちらからご覧ください。それでは解説に入ります。それでは実際の画面を流しながら解説していきます。まずは縦に操縦桿をカリカリ接着していきます。仮接着とカリカリ接着では装備欄での操作が違います。やり方はすべてスイッチ2番の手法で統一していますが、カリングタイプの仮接着やカリカリ接着は、スイッチ1番では、BL 法で対応してください。では通常通りカリカリ接着を行います。このカリカリ接着縦はこの辺りに置いておきます。そしたら同じ操縦桿を、今度は別の縦に仮接着していきます。この仮接着した操縦桿に SDC を施して、最終的に縦をインビズロットするというわけですね。こちらは通常通りの仮接着です。できましたら操縦桿と仮接着縦は横に置いておきます。ゴスクラビルドしないように接着しておくと良いでしょう。そしたら今度は違う操縦桿を、武器にカリカリ接着していきます。無事にできましたら、この操縦桿はぶっ切り替えで床抜けします。ゾナウサークルが開かないことを確認したら、別の操縦桿に乗り降りして、ゾナウサークルを復活させ、床抜け操縦桿を武器にスクラビルドします。一瞬カリングを確認したら、先ほどの仮接着縦とカリカリ接着縦にリンクした操縦桿を、床抜けさせます。床抜けさせるときは、カリカリ接着縦を縦取り出しで床抜けします。縦切り替えでは操縦桿とのリンクが切れてしまうため注意です。このように浮遊石と雷遊の頭で床抜けキャンセルをすると、復帰が楽なのでおすすめです。それでは縦取り出しで床抜けします。床抜けができたらゾナウサークルを復活させて、カリカリ接着床抜け操縦桿縦をインビザグルします。無事にインビザグルができたら、縦を装備していない状態で、仮接着縦を拾いワープします。ワープすることで床抜け操縦桿を動かせるようにします。
ワープを挟むとこのように操縦桿を、ウルトラハンドなどで動かすことができるようになるので、横に避けておきます。それではミネルさんを呼び出して、別な盾をミネルさんのスロットに仮接着をします。そしたらこの盾を拾って、ダブルを行います。このままでは背中に盾がない状態なので、ウルトラハンドをミネルさんに構えて消します。すると盾が現れるので、ダブルを確定させるために、デタングルを行います。そしたらもうミネルさんはいらないので消しておきます。仮接着盾を拾って、カリングエリア内に操縦桿を置きます。それではカリングエリアにカリング武器をセットして、操縦桿を持ち上げてカリングエリアから離れます。するとこのようにリンクさんと操縦桿が消えるので、装備盾をポーチから出して、ダブルを解除します。あとは記憶を見ながらカリングエリアに戻るだけです。無事に戻れたら盾のインビズロットと操縦桿のズロットが確定しました。あとは適当な場所に戻れコロックなどをしておけば OK です。無事にズロットと戻れコロックができていますね。もちろんシンクロも完璧です。もちろん SDC の効果である、強制操作状態も引き継げています。ちなみにこの状態の SDC はブルプリにも反応するため、あらかじめ目立たないところに、隠してビルドするのもいいと思います。それではインビズロットとズロット SDC の解説を終わります。それでは軽く使用方法などを解説します。戻れコロックしてある操縦桿の戻れコを、使う分だけ解除します。この SDC 操縦桿は先に述べた通り、ブループリントに反応するため、目立たないところなどに隠しておくと、このように勝手に回収してくれます。あとは自分が乗り込む操縦桿をつけて、ギアの無限化手順を行えば OK です。今回は雷遊の頭とバッテリー、動力のロケットを無限化しています。操作感は普段の SDC と変わらないと思います。扱いづらかった SDC をこうも簡単に取り扱えるのは、かなり無限ロケットのビルドが組みやすくなったと思います。ZPE と合わせると、あからさまに不自然な挙動をするため、SDC と ZPE の組み合わせの最適解は、今後検証の余地ありですね。SDC の保存方法ですが、保存したい場所に戻れコをかけてロードする方法があります。ただこの方法だと SDC を重ねている場合は、ゾナウギアの性質上消滅してしまう可能性があるため、難易度は高いですがロケットを取り外してから、ブループリントを当てて分解した方が確実です。うまくいきましたね。ブループリントで分解しておけば、重ねてあるギアも安全に取り外せます。あとはこのまま別のデータをロードすれば OK です。無事に SDC がズロッとできていますね。必要に応じて戻れコロックしてください。今回の解説はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。